こんにちは。最近、超加工食品って言葉よく耳にしますよね。なんだか体に悪そうっていうイメージがあると思うんですけど、実は今、その定義をめぐって大きな論争が起きているんです。今回はその論争のど真ん中にぐっと迫っていきたいと思います。さて、まずはこんな質問から始めてみましょうか。あなたが健康のためって思って選んでるそのスナック、もしかしたら新たな食の悪役、つまり超加工食品かもしれません。これいろんな慢性疾患と関係があるんじゃないかって言われてるんですけど、そのあたりを詳しく見ていきましょう。はい、この問題を解き明かすために今日はこんな流れで進めていきます。まず超加工食品がなぜ悪者扱いされているのか、その告発内容を見て、次にそれを判断するためのルールブックを解説します。そしてどんな証拠があるのかを検証し、最後にその主張に潜む大きな問題点にも迫っていきます。超加工食品、英語の頭文字を取って UPF なんて呼ばれたりもします。いや、この言葉今ものすごく注目されてますよね。その懸念は本当に広まっていて、国の食事ガイドラインにこの考え方を取り入れるべきかどうかがもう真剣に議論されるレベルになっているんです。じゃあその UPF って一体何なんでしょうか。一番よく使われる定義っていうのがありまして、これは食品をカロリーとか栄養素じゃなくて、どれだけ加工されたかっていうその度合いで分類するある特別なシステムに基づいているんですね。その分類システムこそがこのノバと呼ばれるものです。2009年にいわゆるジャンクフードって結局何なのっていうのをはっきりさせるために作られたんですね。さあ、このルールブック一緒に詳しく見ていきましょう。ノバはですね、すべての食べ物を工業的な加工の程度と目的っていう物差しで4つのグループに分けるんです。まずグループ1が果物や野菜、お肉みたいにほぼ加工されてないもの。グループ2が砂糖とか油とか料理に使う材料ですね。で、グループ3はパンとか缶詰みたいにこれらを組み合わせたシンプルな加工食品。そして問題とされているのがスナック菓子や炭酸飲料なんかが入る多くの工業的なプロセスを経たグループ4。これが超加工食品というわけです。さて、じゃあなんでこの分類がこんなに大事にされてるんでしょうか。それはですね、数えきれないほどの研究がさっきのグループ4、つまり超加工食品を食べることと深刻な健康問題と次々に関連付けているからなんですね。いろんな研究を見てみると UPF をたくさん食べる人ほどここに上がっているような様々な慢性疾患のリスクが高くなる傾向があるということが示されています。これは人々の食生活をずっと追いかけるような研究で分かってきたことで、公衆衛生上かなり大きな懸念点になっています。でもここからが話の面白いところなんです。これだけ関連性が指摘されているのに、今回私たちが参考にしている資料の著者はこのノバっていう分類をそのまま国のルールにしちゃうのは良いことよりもむしろ害の方が多いかもしれないぞと真っ向から異議を唱えているんです。科学者たちが指摘している一番大きな問題点、これすごくシンプルなんです。加工っていうたった一つの物差しだけで全部の食べ物を測ろうとすると、あまりにも分類が大雑把すぎやしませんかっていうことなんですね。しかもこれって一人の著者の意見ってだけじゃないんですよ。スライドにあるように、なんと政府の機関までもがこのシステムの信頼性ってどうなんだろうって懸念を示しているんです。これはかなり重要なポイントですよね。じゃあ具体的にどんな問題が起きるのか。この表を見るとその矛盾がすごくよくわかるんですよ。例えばですね、家で砂糖をかけたコーンフレーク、これは加工食品です。でもタンパク質を強化した低糖のシリアル、こっちはなんと超加工食品に分類されちゃう。普通に考えたら後者の方がヘルシーな感じしますよね。なのにこういう不思議な逆転が起きちゃうわけです。この矛盾、他の食べ物でも見られます。例えばこの比較を見てみてください。ノバのルールだとシンプルなステーキは OK、 グループ1です。一方で栄養が強化されたプロテインバーはより加工度が高いっていう、ただそれだけの理由でダメなもの、グループ4に分類されちゃう可能性があるんですね。問題の一つの原因はノバのルールブック自体にあるんです。家庭ではめったに使われない材料とか結構曖昧な言葉が多いんですね。それって誰がどんな基準で決めるのっていうのがはっきりしない。これではみんなが納得する公平なルールとして使うのはかなり難しいと言わざるを得ません。さて、ここまで分類の精密さっていう問題を見てきましたけど、批判はそれだけじゃないんです。批評家たちは
そもそも UPF を悪者にするために使われている科学的な証拠、そのものの質はどうなんだと疑問を投げかけています。ここが本当に大事なポイントです。UPF をたくさん食べる人に不健康な人が多い。この関連性は確かにあるんです。でも、それが本当に UPF が原因なのか、それとも UPF をよく食べる人の生活習慣全体に何か別の問題があるのか、今の研究だけじゃ断定はできない、バイアスがかかっている可能性が高いんですね。実際これまでの研究をまとめて大規模にレビューした結果はかなり衝撃的でした。UPF と健康について調べた研究のほとんどがその科学的な質として低い、あるいは極めて低いと評価されてしまったんです。これって議論の土台そのものがすごく脆いかもしれないってことを示唆していますよね。分類は曖昧だし、証拠もちょっと弱いかもしれない。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。こうした欠点を踏まえて、著者は栄養政策で全く違うアプローチを取るべきだと提案しています。その主張はこうです。超加工食品っていう広すぎて穴があるかもしれない網で全部を救おうとするんじゃなくて、もっと敵を絞りましょうよと。つまり科学的にこれは体に良くないってはっきり分かっている生成された穀物とか加えられた砂糖とか、そういう昔からの悪役にこそちゃんと焦点を当てるべきだということなんです。このアプローチのいいところは、すべての UPF が悪者だと決めつけていない点にもあります。安くて便利な食品の中には、特に所得が低い人たちにとって栄養を補う上で大事な役割を果たしているものだってあるかもしれないわけですからね。結局のところ、問題はここに行き着くんですね。私たちは食べ物っていうのをその作られ方で判断すべきなのか、それとも何が入っているかで判断すべきなのか。これこそがこの大論争の中心にある問いかけなんです。そしてこれって科学とか政策だけの話じゃなくて、私たち一人一人が毎日の食事で向き合っていくべき問いなのかもしれないですね。